今村仁は第二次世界大戦中、1942年にインドネシア上陸作戦を指揮しました。日本軍はイギリス、アメリカ、オーストラリアの連合軍と戦い、インドネシアに上陸した日本兵は5万5千人、在インドネシアのオランダを中心とした部隊6万人を降伏させて、ライン作戦と呼ばれる軍事作戦は成功しました。今村は、流刑とされていたインドネシア独立運動の指導者スカルノとハッタラ政治犯を解放しました。日本で医療が不足していたため、日本政府はジャワ島で生産される綿の大量輸入を申し入れましたが、今村はこの要求を拒みました。インドネシアが生産する綿を取り上げると、現地人の日常生活を圧迫し、死者を白綿で包んで埋葬するという宗教心まで傷つけると考えたのでした。オランダ統治で禁じられていた独立歌、インドネシアラヤが密かに歌われ、愛されていることを知った今村は、なんと東京でそのレコードを作らせて住民に配り、喜ばれました。インドネシアラヤは今でもインドネシアの国歌となっています。後に状況調査のために派遣された武藤明少将は、強圧政策の必要性を訴えましたが、今村は日本軍の占領地統治要項に定めてある公正内徳で民衆を越腹させ、軍需資源施設の破壊復旧するという規定にのっとっていると反論し、新しい要項が発令されるまでは、ジャワ軍政方針は決して変更しないと拒否しました。強圧政策を要請した武藤は後に、近衛師団長となってスマトラ島に着任することになりましたが、そこで今村の寛容な軍政による成果を目の当たりにして、今村の方針の正しさを認識し、かつての比例を詫びています。1945年日本の敗戦後、インドネシアは独立を宣言します。インドネシア独立宣言をご紹介します。宣言。我らインドネシア民族はここにインドネシアの独立を宣言する。権力以上その他に関する事柄は完全かつできるだけ迅速に行われる。ジャカルタ05年8月17日。インドネシア民族の名において。スカルノ・ハッタ。この05年というのは後期2605年を意味し、西暦では1945年になります。後期とは、日本の神武天皇が即位してから数えられる日本の暦の表記です。建国記念の日である2月11日に年号が変わり、今年2024年は後期2684年となります。スカルノ大統領とハッタ副大統領は、インドネシアを独立に導いた日本に対する敬意から、独立宣言に好機を記しました。その後、オランダ、イギリスは再び植民統治のためにインドネシアに戻ってきました。そして1947年からインドネシア独立戦争が始まります。終戦後祖国に帰らず、インドネシア独立戦争に加わった日本兵は約3000人と言われ、兵士としての習熟度がまだ低かったインドネシア兵の前衛に日本兵が立ち、先頭となってオランダ、イギリス軍と戦いました。日本兵3000人のうち3分の1の1000人が戦死。1000人がインドネシア独立後に日本へ帰国。1000人がインドネシアに帰化したと言われています。戦死した日本兵はカリバタ英雄墓地をはじめ、各地の英雄墓地に葬られ、戦後生き残った元日本兵もインドネシア国籍を与えられました。インドネシア人としてこれらの墓地に埋葬される予定となっています。アフマド・スカルノは1901年に生まれたインドネシアの政治家で、独立運動の指導者の一人です。1945年インドネシアの独立を宣言し、初代大統領に就任したスカルノ政権は、農地改革や国有化などの社会主義的な政策を実施し、アジア・アフリカ諸国の指導者たちと共に、非同盟運動を主導し、1967年まで大統領を歴任します。日本で有名なタレントのデヴィ夫人は、このスカルノ大統領の第三夫人であったことも有名です。さて今回は、インドネシア独立宣言と日本人についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。